私は現在、心理学を学んでいるのですが、今回もその学びの一部を皆様と共有したいと思います。今回のテーマは、健康な家族に見られる共通の特徴についてです。家族メンバーが精神的に健康で幸せな生活を送っている家族には、いくつかの共通点があります。これらの共通点の中でも、特に重要な要素に注目してお話しします。家族間の良好な関係を築くためのヒントになれば幸いです。まず最初の特徴は、世代間の境界がしっかりと保たれていることです。例えば、夫婦とその子供2人からなる4人家族を考えてみましょう。ここでは夫婦が親世代、子供2人が子世代になります。世代間の境界が明確な状態では、子供には伝えない夫婦だけの話題があります。例えば家計のやりくりなどがこれにあたります。夫婦は家計の状況を共有し、話し合いながらお金を管理しますが、子供には無用な心配をかけたり、家計の詳細を伝えることはしません。健康な家族に見られる2つ目の特徴は、夫婦の関係が親子の関係よりも強固であることです。ここでは、夫婦の関係を夫婦連合と呼び、親子の関係を母子連合、または父子連合と呼ぶことにしましょう。例えば、夫婦間に不和がある場合、妻が子供に夫の愚痴を殺し、同情を求めたり、子供を自分の味方にすることは、健康な家族では見られません。これは、母子連合が夫婦連合よりも強くなることと言えます。健康な家族では、夫婦間に不和があっても、子供の前ではその不和を表に出さず、子供を巻き込まないようにし、夫婦間で問題を解決しています。それから、夫婦とその親世代との境界を明確にすることも、健康な家族関係において重要です。例えば、妻が義理の母から、様々なアドバイスを受ける状況を想像してみましょう。このアドバイスが妻にとって負担となり、迷惑に感じている場合、夫がその話を聞いた際に、僕の母の言うことを否定するのか、と反発すると、この状況では、夫と母親の関係、つまり母子連合が、夫婦の関係、つまり夫婦連合よりも優先されていることになり、これは健全な家族関係とは言えません。このような状況で、もし夫が妻の意見を理解し、大変だったね。これからは2人で母の干渉をどう避けるか、一緒に考えよう。と提案するなら、夫婦連合が母子連合よりも強固である証拠となり、これは健全な家族の特徴です。健康な家族に見られる3つ目の特徴は、家族にとっての重要な決定は、養う側である親世代が行うことです。家族内では、親世代と子世代間の適切な階層関係が存在し、親世代が養う側、子世代が養われる側と、明確に区別されることが大切です。例えば、子供が欲しがるものを、親がすべて買い与える家庭もあるかもしれません。けれども、家計の管理は家族にとって大切なことであり、子供が欲しいというたびに親がそれを購入することは、まるで子供が家計の使い道を決めているのと同じです。これは、子供にとって望ましい状態ではありません。何でも手に入る環境にいる子供は、物事が思い通りにならない場面に直面したとき、
耐える力が育ちにくくなるからです。理想の状態は、親に経済的な余裕があり、買うのが適切だと判断したときには、子供は欲しいものを買ってもらえますが、そうでないときには買ってもらえないことです。その経験こそが、子供にとって大切な学びとなるからです。健康な家族に見られる4つ目の特徴は、子供は子供の役割を果たし、親は親の役割を果たしていることです。子供の役割とは、自らの欲求や好奇心に基づき、子供らしく生きることです。一方、親の役割は、子供に正しい行動の線引きを教え、子供の感情に共感を示し、どのような状況でも、子供を受け入れ、優しく包み込むことです。また、子供の年齢や発達に応じた適切なサポートを提供することも大切です。しかし、実際には、親が親の役割を果たせない場合があり、子供が親の役割を担うこともあるでしょう。例えば、子供が母親の愚痴を聞く役を担ったり、精神的に不安定な親を支えたり、不安のある夫婦の間を仲裁することもあります。この状況では、親子の役割が逆転してしまっています。本来ならば、子供は親に甘えられるはずですが、親の事情でそれが難しい場合、子供は無理を続けることになるでしょう。自分の欲求を抑えて親の役割を担う子供は、大人になっても他者に対して自己犠牲を払い、他人に尽くすような不健全な関係を築いてしまうことが多いのです。これは、子供が自分らしく生きることの障害にもなり得ます。健康な家族に見られる5つ目の特徴は、妻は妻として、また夫は夫としての役割を意識していることです。子育て中は、生活が子供中心になりがちで、妻や夫としての役割よりも、母親や父親としての役割に重点が置かれがちです。しかし、このような状態が長く続くと、子供が自立する際に、子離れが困難になることも少なくありません。子供はいずれ親元を離れ、自立した生活を始めます。この時、妻や夫としての自覚が不足していると、精神的な喪失感が大きくなり、辛い経験になることもあるでしょう。そのため、親としての役割を果たしつつも、妻や夫としての自分を大切にし、夫婦だけの時間を持つことも重要です。夫婦としての絆を維持し、子育てだけでなく、夫婦関係も大切にすることが、家族全体の健康にとって望ましいことなのです。今回の話をまとめてみましょう。今回は、健康な家族に見られる共通の特徴についてお話ししました。一つ目の特徴は、世代間の境界がしっかりしていること。二つ目の特徴は、夫婦連合が母子連合や父子連合よりも強固であること。三つ目の特徴は、親世代と子世代の間に適切な階層があり、家族の重要な決定は親世代が行うこと。四つ目の特徴は、子供は子供の役割を、親は親の役割をきちんと果たすこと。五つ目の特徴は、妻は妻として、夫は夫としての役割も意識することです。これらの特徴を理解することは、家族を円滑に機能させ、家族全員が健康的に生きるためのヒントとなるでしょう。ご視聴いただき、ありがとうございました。これからも時々、
心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。もしこの動画が少しでもお役に立てたなら、高評価とチャンネル登録もしていただけると励みになります。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。